こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。この動画には15言語の字幕があります。日本語の字幕もあります。文字起こし機能を使うと2言語を見ながら勉強できるので、ぜひこちらの機能も使ってみてください。今日も生活で使う日本語文法シリーズです。文法を紹介する前にいつも通り食べ物を紹介したいと思います。今回はローソンで買ってきました。ローソンもコンビニの一つです。まずはこちら、クリームパンです。クリームパンです。はい。4個入りと書いてあります。1、2、3、4。クリームパンが4個入っています。で、値段はここに書いてあるんですけど、見えるかな？税込み160円でした。結構小さいサイズなんですけど、こう4個入ってるっていうのが私はすごくいいなって思います。時々大きいパンだと食べきれないことがあったりすると思うので、こうやって小さめのサイズで1個ずつ入っているのは私にとってはすごくありがたいです。で、クリームパンなので中にクリームが入ってます。ちょっと割ります。はい、こんな感じでカスタードクリームが入っています。いただきます。美味しい。私の朝ごはんです。パンがね、すごくふわふわです。柔らかいです。で、カスタードクリームも甘いんですけど、甘すぎないと思います。程よい甘さだと思います。皆さん気がつきましたか？ここに袋止めシールがあります。私今回もうちょっと丁寧に開ければよかったんですけど、このシールを取って、このね、開けたところに貼っておくとすごく便利ですよね。もうちょっとちゃんと丁寧に開ければよかった。すいません。ここまで撮影しようと思ってなかったからごめんなさい。本当はね、もうちょっと綺麗に開ければ、なんかこうやってね、綺麗にこう止められると思います。ごめんなさい。はい。カスタードクリームが入ったパン、美味しいです。はい。で、あとね、もう一つ飲み物を買ってきました。リプトンのジャスミンミルクティーです。パッケージが可愛かったので買いました。リプトンもいろんな種類の飲み物がありますよね。ストローを刺します。ちょっと待ってください。はい。ここにね、ストローを刺すところがあるので、刺します。飲んでみましょう。ちゃんとしっかりジャスミンの味がします。厳選ブレンドって書いてあります。高級茶葉を使っているそうです。こんな感じ。可愛いですよね。はい。じゃあ、早速じゃないね。もうだいぶ時間経ってると思うんですけど、今日も、文法を2つ紹介しますね。で、今日の文法は、おかげ、say です。これも初級で勉強したっていう人も多いと思うんですけれども、会話ですごく使うので今回紹介したいと思います。まずは一つ目、おかげ。おかげ。ちょっとこっちに行こうかな。こっちに文字を出したいのでちょっと端に寄ります。じゃあ、いつも通り例文を2つ言うので、例文を聞きながら意味を想像してみてください。例文1、黒沢先生のおかげで中国語の文法がわかるようになった。黒沢先生のおかげで中国語の文法がわかるようになった。例文2、私が YouTube を続けられるのは皆さんが応援してくれるおかげです。私が YouTube を続けられるのは皆さんが応援してくれるおかげです。さあ、どういう意味だと思いますか？ちなみに、おかげでは文の途中で使います。
例文の1がそうですね。黒沢先生のおかげで中国語の文法がわかるようになった。で、おかげだ、おかげですは文の最後に来ます。皆さんが応援してくれるおかげです。で、おかげの前に名詞があったら何が入りますか？名詞、おかげの間に入るのはのです。はい、いいですね。名詞のおかげになります。意味を簡単に言うと、原因や理由なんですけど、今の2つの例文の原因とか理由ってどんな原因や理由だと思いますか？ポジティブでしたか？ネガティブでしたか？いいことでしたか？悪いことでしたか？はい、そうですね。いいこと、ポジティブなことが原因、理由になります。だから一つ目の例文は、黒沢先生のおかげで中国語の文法がわかるようになった。私はどうして中国語の文法がわかるようになりましたか？その原因は？理由は？黒沢先生です。黒沢先生が教えてくれました。だから私はわかるようになりました。わかるようになったっていうのはいいことですよね。なのでこの場合、黒沢先生のおかげでこれがいい理由、いい原因として使われます。二つ目もそうですよね。私はどうして YouTube を続けることができますか？その原因、理由は皆さんが応援してくれているからです。いい理由、ポジティブな原因ですよね。なので皆さんが応援してくれるおかげですになります。はい。で、あともう一つよく使う表現があります。おかげさまで。おかげさまで。これは話している相手への感謝の気持ちです。ありがとうございますという気持ちを相手に表すときに使います。あなたが助けてくれたから、あなたが親切にしてくれたからという感謝の気持ちを表します。例えば、先生と話しているときに、おかげさまで大学に合格できました。ありがとうございます。おかげさまで大学に合格できました。これは話している相手。大学に合格って言ったら先生だと思うんですけど、先生のおかげででもいいんですけれども、おかげさまで大学に合格することができたと、先生と話している時に、先生への感謝の気持ちを表す時に、このおかげさまでを使うことがあります。これ本当によく使うので、覚えておくといいと思います。例えば、最近元気ですか？とか、仕事順調ですか？って聞かれた時に、おかげさまで元気にやっていますとか、おかげさまで順調です。このように使うこともできます。ちょっと暑いので飲み物飲んでもいいですか？すいません。爽やかな香りがします。では、2つ目、say。これも2つ例文を言うので、意味を考えながら聞いてみてください。例文1、雨が降らなかったせいで今年の夏は水不足になりそうだ。雨が降らなかったせいで今年の夏は水不足になりそうだ。例文の2、同僚が残業しているのは私がミスをしたせいだ。同僚が残業しているのは私がミスをしたせいだ。どういう意味だと思いますか？で、これもsayでは文章の途中で使います。で、sayだ、sayですは文章の最後に来ます。はい。さっきおかげはポジティブな原因や理由でしたよね。いい意味で使ってましたよね。でも、このsayは反対です。逆です。だから、ネガティブな原因とか理由、悪いことが原因や理由になることです。例えば例文の1は、雨が降らなかったせいで今年の夏は水不足になりそうだ。水不足って
大変なことですよね。実際に今年の日本は梅雨の時期が本当に短くて、雨が全然降らなかったので、ちょっと水不足が心配です。良くないことですよね。だから雨が降らなかった原因で、これが悪い原因になるから、せいでを使うことができます。じゃあ例文の2。同僚が残業しているのは私がミスをしたせいだ。ミスって失敗ですよね。だから良くないことですよね。私がミスをしたことが原因でという意味です。ネガティブなこと、良くないことだからせいでを使うことができます。で、これは文章の最後に来ているので、せいだということができます。はい、せいですでもいいですよね。で、あともう一つね、せいにするという言い方もあります。これは何々の責任にするという意味です。本当は別の原因がある場合が多いです。例えば、社長はいつも自分のミスを部下のせいにする。社長はいつも自分のミスを部下のせいにする。ミスをしたのは社長です。でも社長は自分で責任を取りたくないから、いや、部下が悪いんですよ。私悪くないですよ。部下が原因ですよ。このようにすることを部下のせいにする。これ本当に部下が原因ですか？違いますよね。本当は社長がミスしました。それが原因なのに、でも社長は部下が悪いですよ。部下の責任ですよ。このように他の人の責任にするような時によくせいにするを使います。何々の責任にするという意味で、本当は別の原因がある場合が多いです。これも本当は原因は社長ですよね。でも部下のせいにする、責任にするという意味です。ちょっと飲みます。すごく爽やか、本当に。待って、これは値段言うの忘れてました。リプトンジャスミンミルクティー194円でした。はい。皆さんは普段どんな飲み物を飲みますか？よかったらコメントで教えてください。はい。今日はおかげとせいを紹介しました。皆さんもぜひ日本語で会話をするときに使ってみてください。他にも勉強したけど分かりにくいなとか、もう一回勉強したいなと思う文法があったらコメントで教えてください。いつも見てくださって本当にありがとうございます。あと、もし会話もっと聞きたいなっていう人がいたら、私はいろんなお店とかホテルで今まで撮影をしてきたので、そちらの動画もぜひ見てください。ではまた来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。